なるほどなるほど。そうか。なんだ。へえ。びっくりドッキリさせてあげるよ。はあ、あのさ。では、一度冷静になって、今まで話し合った内容を整理してみます。デイブさんたちが公明院さんの部屋から凶器を見つけ、彼女が犯人かもしれないという可能性が浮かびましたが、実はその凶器は彼女が別の目的で使用したものであり、今回の事件と関係はなかった。公明院さんの主張は以上のようなものでしたが、ここで重要となってくるのがひしめきさんの目撃情報。ひしめきさんは事件のあった日、公明院さんがりょうさんの部屋に訪れるところを目撃していたというわけですね。とにかくこれは重要な証言だよ。しっかりとみんなで話し合わないとね。事件の晩の夜時間、あたいは公明院ちゃんを目撃してるんだ。私は自分の部屋にいた。雪見の部屋になんか行ってない。暗がりで見づらかったけど間違いないよ。あれは絶対にあんただった。どうしてあたりが暗かったのに公明院さんだったと言い切れるんだ。この子以外いないだろ。夜にジャージなんか着て、あの長い黒髪を後ろで一つにまとめてる子はさ。それは違う。ジャージを着て髪をくくっていた。ひしめきさんが見た人の特徴はそうだったんだね。そうだけど、何もおかしくないだろ。ここ数日、公明院ちゃんは運動不足になるとかで、朝と夜にジャージを着て校舎内を走ってたじゃないか。確かに、いつものちさちゃんならそんな格好をしていたかもね。だけど、昨日の彼女がそんな格好をしていたとは、できていたとは到底考えられないんだよ。いつもの？そういえばお前さん、この裁判が始まる前は髪を結ってなかったような。気づくの遅くない？せえな。男は細かいところ気にしたら終わりなんで。で、何か理由でもあったってことか？うん。ちさちゃんは裁判が始まる前まで髪留めをなくしてたんだ。それ私が見つけたんだよ。倒れていた下立さんのすぐそばにあったんだ。多分公明院さんと下立さんが争った時に弾みで落ちちゃったんだと思う。事実その通りだよ。あの時は探してる暇もなかったし。確かに食堂なんて人目につくところで倒れたやつをよそに探し物をしているところを見られたら終わりよね。このことを考えれば、ちさちゃんは事件があった時間には髪をくくっていなかったということが証明できるよね。バカな。それでは君たちはミスひしめきが嘘の証言をしているとでも言うのか？仮に彼女がミス光明院に罪を着せたいなら、もっと早くに、そしてより的確な目撃証言をするはずさ。デイブが納得できるような答えが君に導き出せるというのか？
証明できる。もちろんだよ。だって二人とも嘘なんてついていないからね。だがその2つの証言がどちらも正しいとすると、矛盾はいつまでたっても解決しないんだぞ。どちらも正しい。そうか。ミス光明院が自室にいたのに別の場所で目撃された理由、つまりそれはひしめきさんが見たのは別人だった。ひしめきさんは後ろ姿しか見ていないみたいだし、個室のあたりは暗がりだったから見間違えたってことじゃないかな。待ちな。見間違えたって言うけどね、光明院ちゃんと同じ髪型の子なんてこの中にいないじゃないか。ひしめきさん、それは見方を変えると、誰かがわざわざ光明院さんの髪型を真似て被害者の元に行ったことになるんですよ。犯人が私になりすましたってこと？馬鹿げてるよ。誰かの変装だったっていうのかい？それに髪型を真似できたとしても、色黒の子なんて光明院ちゃんだけじゃないかい。指紋検出に使った桃李さんのファンデーションって気がつかないうちに量が減っていたんだったよね。コスプレ仮装パーティーに使うためのものだったからあまり使ってなかったはずよ。ではあの化粧品はもしかして。お察しの通り、色でわかると思うけど肌を褐色にするためのものよ。急に量が減ったから何かと思えば犯人が勝手に私のものを使ったのね。だったら後でちゃんとお題をいただかないといけないわ。そっか。肌が褐色なのは光明院さんだけだし、個室周辺の廊下は薄暗かったから、ある程度彼女を印象づけるものさえ真似すれば、誰かに光明院さんだって思い込ませるのは簡単だったかも。そんな、あたいの見間違いだったっていうのかい？ええ。でもどちらかというと、自殺に仕立てようとしている痕跡がある限り、光明院さんに濡れ衣を着せようとしたというより、亮さんを油断させるために変装をした可能性が高いですね。僕たちから見れば光明院さんと島立さんの2人は亮さんと仲が良かったように見えましたから。ダチに化けて油断させようって魂胆だったってことか。んだよそれ、許せねえ。光明院も気に入らねえが、誰かを騙すためにそいつに変装なんざするやつはもっと気に入らねえ。あんたどう考えてももっといい女いるだろ。あ、待てよ。あ、そうか、貧乳院だから変装しやすかったんだな。ちょっと喧嘩売ってんの？せやけど、そんなことするようなやつってほんまにこん中におるんか？そうよ。計画としてはあまりに大胆で突拍子もなさすぎるし、何よりあいつと同じ髪型のやつなんてこの中のどこにもいないじゃない。確かにこの中にそんな人はいないけど、今まで見つけてきた手がかりの中で、ひしめきさんの証言と一致する人物につながるものがあったはずだよ。もの？人じゃなくて。うん。一緒に捜査したとき、目にしてるはずだよ。そうか、わかったよ。そうだ、ちさちゃんと同じ長い黒髪をまとめている人、きっとこの人だよ。誰や？なんやそれ？ユッキーの手帳？でもそれはさっきワイがコテンパンにされた証拠で。今度
度はその手帳に挟まれていた写真をよく見てみて。血痕がついてるけど、黒い長髪の男みたいね。おい、その男、光明院さんと同じ髪型をしてるじゃないか。じゃあ何かい？あんたはその写真の子が犯人だとでも言うんだね。まさか写真から出てきたわけじゃあらへんし。え、そうなの？待て、その写真なぜか既視感があるぞ。あら、奇遇ね。実は私も見覚えがあるの。どうしてかしら。あなたしか考えられない。写真の人物は、天ヶ谷くん。あなたなんじゃないかな。島立ちゃん、あんたが犯人を見つけたいって気持ちはわかる。だけど、あたいが見たのは絶対にこいつじゃない。だって、髪型以前に黒髪ですらないじゃないか。確か、天ヶ谷くんは自己紹介をした時に、何人かに自分の写真を渡していたんだったよね。そういうことか。見覚えがあることに不思議でしかなかった。君がデイブに押し付けたゴミじゃないか。まさか彼女にも渡されていたとは。あらあら、まさかもらって2秒で切り刻んで捨てた写真が手がかりだったなんて。てっきり写真の方が舞台衣装姿か何かだと思ってたけど、そっちのスカポンタンな髪型の方がウィッグか何かだったってことかしら。変装ですか。確かにあなたなら考えられそうな行動ですね。どうなのよ。否定できるなら否定しなさいって。天ヶ谷くん？やはりどんな形であれ、多くの人々の視線を注がれるというのは最高に気分がいい。皆の視線が首に突き刺さる土壇場。熱い展開に胸が躍る少年場。皆が叫ぶシュプレヒコール。犯人はお前だというコール。エコール。物語はカタストロフィーに向かっている。ああ、こんなに素晴らしいステージに私の胸は今激しく高鳴る。何よこいつ。前からおかしいとは思ってたけど、あんた疑われてんのよ。笑ってる場合じゃないでしょ。あなたは一体。素晴らしい。実に美しい推理だったよ、この絵くん。運以外何も才能がないとは思えないほど美しい推理だった。よろしい。その美しさに免じて特別に披露することにしよう。目に焼き付けたまえ。これが私の真の姿だ。
驚いたかな？それとも秘められていた私の真の美しさに見とれているかね？認めるんだね。君が犯人だってこと。おやおや、早とちりはいけないね。確かにその写真は私が雪目くんたちに渡したものだ。そして今まで本来の姿を偽っていたことは謝罪しよう。だがそれが何だというのかね？あら、ではあなたはそれで自白したつもりはないってこと？私は役を演じる際、日常生活から仕草まで全てその役になりきるようにしていてね。あの姿は私が次に演じる舞台の主役の格好というだけ。たったそれだけの話なのだよ。こんなことを君たちに言う必要などなかったから今まで言わなかっただけ。そして今の犯人が黒髪であるという議題で私が真実を打ち明けなかったのは、自分は犯人ではないからレイブたちを混乱させないために黙っていたということか。先に言われた！まだ話の途中だったのに。でもまあつまりはそういうことなのだよ、翔くん。写真の男と目撃証言の人物が同一人物だと証明できる確実な根拠はない。確かにその言い分に反論の余地はねえな。そこの女が偶然見つけただけの可能性に過ぎねえ。そんな。そう。この私以外にも本当の姿を隠している人がどこかに潜んでいるかもしれない。それに黒髪の人物を見たという証言もミルク君が悪い夢を見ていただけかもしれないぞ。ふざけんじゃないよ、そんなわけ。じゃあ君は自分の見たものに自信がなかったから、いや下手をすれば自分が疑われてしまうかもしれないから今までその証言を言わなかったわけじゃないと言い切れるか？あたいは言えるわけがないな。君は自分だけが見たものに自信がなかったからわざわざあんな証拠を探したんだろう？違う！ひしめきさんは真剣に犯人を見つけようとしただけだよ。ものは言いようだよ。しかしこれ以上私が犯人だと言える証拠がないのならどうやら無駄なあがきだったみたいだね。構わねえよ。こうやってお前を議論の場に引きずり出すことができた。そこの女がお前の希望を打ち砕くには十分だ。はは、まさかこの絵くんに丸投げするのかい？私はやめておいた方がいいと思うがね。ちょっと待ってよ。なんで私には何も。本気で言っているんですか？それにこれ以上犯人を特定するような手がかりなんて残っていませんよ。手がかりがないなら自分で引き出せばいい。とにかくこの事件はお前の手で幕を引けよ。この私が犯人だということを示す証拠、それがない限り犯人は決められないぞ。でも目撃証言があるんだよ。いえ、
あの証言だけでは彼だったという証明はできません。手がかりなどいくらでもある。犯人は自分が残した痕跡に気づいてないだけだ。手がかりねえ、それは虚構で固められた白い頼りか。現場に取り残されたシンクの鍵のことかな。それとも遺体を差し貫いた黒の刃かね。もしくは私の真実を覆い隠していた金色のカツラか。ダメだ。何言ってんのか全然わかんないよ。この私が犯人だということを示す証拠、それが惑わされるな。は決められないぞ。それは違う。やっと見つけたよ、天ヶ谷くん。これで真実を明らかにすることができる。は？遺体を差し貫いた黒の刃、それって凶器のことだね。え？黒？でもあの凶器って青色だったはずじゃ。何を言っている。まさかそれが私を追い詰める飛躍とでも言うのか。私をそれで陥れたつもりか。ああ、そうだな。お前の言っていることは間違ってねえ。だが間違ってねえことが問題なんだよ。なぜならあれは青色の柄に黒い刃のナイフなんだからな。だからさっきからそう言って。いいえ、やっぱり天ヶ谷さんの言っていることはおかしいです。だって凶器の刃物はかなり深くまで遺体に刺さっていたんですからね。それこそ刃の色なんて見えないくらいに。見えない。つまりこの情報はあの刃物を遺体から引き抜くようなやつか、引き抜く前の状態を見ているやつしか知らねえ話ってことだ。黒色ってのは珍しいね。普通歯の色って言ったら銀色だし。それに今回俺たちはあのナイフを引き抜いたりなどはしていないな。教えて、天ヶ谷くん。どうしてはっきりナイフの刃の色を答えられたの？待ちたまえ。話を飛躍させるんじゃない。あのナイフは以前に同じものを舞台で使ったことがあるのだ。ここに来る前に。だから知っていて当然だろう。なんだ、それなら仕方ないね。許しちゃうんかい。ここはツッコミどころやろ。残念だったね。この私を罠にかけるつもりだったが失敗に終わったようだなあ。立ち発見。何のつもりだ。犯人はナイフの刃が黒色であることを知っていて、千佐君のように長い黒髪をまとめている人物。君は確かに髪を妙な形にこそ結っているが、長い黒髪を持っている。だいたい犯人が雪目君を騙すために千佐君に変装したというのは君たちの勝手な憶測でしかない。俺がわざわざ髪型を変え犯行を行い、それを後ろから見た際に勘違いをされただけだと。簡単に切り捨てていい可能性ではないだろう。それに君は私を陥れようとした際、とんでもないことを自白しているのだよ。そうじゃねえか。なんでお前さんもあのナイフの刃が黒いことを知ってるんだよ。その通りだよ。
それに、天ヶ谷が光明院ちゃんに変装するなんて、やっぱり無理な話だってあたいは思うね。どうして不可能なの？今の姿なら彼の可能性があるって話で納得してくれたのに。気づいたようだね、ミルク君。いいかね、これは自慢ではないが、私はとても背が低い。よって私が千佐君に変装するのは不可能だ。光明院ちゃんと天ヶ谷には身長差があるし、いつもより身長が低かったらさすがにあたいも、りょうちゃんだって不自然に感じるはずだよ。そういえば立脇君、君と千佐君はちょうど同じくらいの身長だね。もしかして、いやもしかしなくても、やっぱり君こそが千佐君と見間違いをされた人物なのでは。くだらねえ。反論する気も失せる。かっこつけてるところ悪いけど、それは言い返せませんって言ってることになっちゃうわよ。やはり犯人は立脇君だったのだよ。君は何らかの事情で髪型を変えて、黒い刃のナイフで彼女を殺した。彼がそんな回りくどいことをするでしょうか。でもこの中でやりそうなやつってあいつだけじゃねえの？どう考えても彼に決まっているじゃないか。私は髪型、肌の色まで変えることができても、身長まで変えるなんて不可能なんだぞ。その真相を全て暴く。いや、犯人が身長を変えることくらい簡単だったはずだよ。ゆきねちゃんの部屋に一足のハイヒールがあったことは覚えてる？ああ、事件の起きる前は倉庫にあったものだよね。どうして移動してたのか不思議だったけど、あの靴を履くことで犯人は身長をある程度の高さまで見繕うことができたんじゃないかな。犯人は寮を油断させるためだけに変装していたから、犯行後は靴を脱ぎ捨てて部屋を後にしていたということか。だそうだ。君が女装したという可能性も捨てられないようだな、ミス天ヶ谷。なんだと？論点を都合のいいように変えてんじゃねえよ。ナイフの件はどうなったんだっつーの。熱海が犯人だって以外に、歯が黒い色だとあいつが知ってる理由があるのかよ。あるよ、一つだけ。彼も犯人と同じナイフを持っているなら、それならナイフの刃の色を知っていてもおかしくないよね。ねえ、畑見くん、もう一度あなたが持っていたナイフをみんなに見せてくれないかな。あなたがあの時私に向けたナイフを今ここで見せてほしいんだ。おお、本当に黒色の刃なんだな。こんな珍しいナイフがこの場に2本もある上に、その存在を知ってる奴が2人もいるなんて、一体何がどうなっているんだ。偶然にしては少しできすぎている気がするぞ。簡単な話だ。
これは俺含めて全員が所持しているものだからな。本来お前たちが知っていてもおかしくはない情報だ。もっともお前たちは知ろうともしなかったみてえだが。そんなクールなデザインのナイフ、デイブは初めて見たんだが。私だって持ってないよ、あんな悪趣味なナイフ。もしかして、そのナイフって、あの凶器セットに入ってたものだったってこと？この絵、私だから言える話だけど、あんな変わった武器なんてなかったよ。だいたいあの箱の中身は、あんたと雪目と3人で調べたはずじゃない。なかったんじゃない。隠れていただけだったとしたら。隠れていた？ホールドノバ、この間してくれた凶器セットの説明をもう一回してくれるかな？かしこまりました。こちらはオーソドックスではありますが、初心者様でも簡単に扱える凶器をご用意した簡単殺人3点キットでございます。中に入っているのは折りたたみナイフ、ハンマー、エアガン、その3つだったかしら。ここで重要になってくるのは、この凶器セットは誰でも人が殺せるような武器を3つ用意したものだったってこと。だけどその3つの道具の中には1つだけホールドノバの説明に合っていない仲間外れの道具があるよね。ずっと不思議だったんだ。どうして極端に殺傷能力の低いエアガンが凶器のうちに入るかって。確かにこんなおもちゃみたいなエアガンで標的を仕留めるなんて、これじゃ初心者でもというかプロの人でも難しそう。そうか、エアガンは本当の凶器ではなく、この段階では凶器はまだ2つしかない、そういうことですね。はい、そちらは雰囲気だけでも楽しめるようにと学園長がご用意なさったものです。何やそれ。ていうか、そんな大事なことをもっと早言えや。承っていない質問に答えることは本プログラムにはできません。まったく、この子は使えるんだか使えないんだか。やっぱりその中にさっきのナイフが入ってるようには思えないけど、一体どこにあるっていうの？男子と女子両方の凶器セットが把握できればきっと答えられると思う。どうかな、ホールドノバ。かしこまりました。僭越ながら本プログラムからサンプル画像を提示させていただきます。皆様、電子生徒手帳をご覧くださいませ。男子の凶器セットのハンマーの持ち手の形、現場に残されていたナイフのものや畑見くんのと全く同じものじゃないかな。きっと3つ目の凶器はこのハンマーの中に隠れていたんだよ。ご名答とでも言っておこうか。ハンマーそのものの重さに騙されて気づきにくいが、頭部の部分は中が空洞になっていて特殊な開け方で開くことができる。中には刃が収納されていて、この持ち手と組み合わせることで一本のナイフにすることができるようだな。まあこの細長い形状からしてナイフというよりはドスに近いのかもしれないが。じゃあ遺体に刺さっていた刃物は凶器セットのものってこと？
証明できる。カードの説明によると、このセットは世に15個しかない。畑見くんはすでにナイフを持ち合わせているんだから、彼が犯人ってことはありえないよね。となると実に怪しいな。この世で15個しかないナイフ、それを以前に見たと言い訳した。ミスター天ヶ谷、君の証言が。うるさい！ガヤは黙ってくれたまえよ。ですが天ヶ谷さん、あなたの発言は先ほどから信頼に欠けるものばかりです。あなたが犯人じゃないのなら、もっと正しい情報を。灼なガヤの分際で私の最高の舞台に雑音を。確かな根拠がない限り、この私をこんな目に遭わせていいとでも思っているのかね。もう十分だ。おい、お前に言ってんだよ、手品野郎。俺？何のこと？とぼけてんじゃねえ。俺と協力したいだの、見張りだのほざいていたが、本当はいつ俺をはめようかと隙を伺ってただけだろう。いや、正確に言えばお前はこの中の全員を自分の安い芸で騙そうとしていた。違うか？あっちゃー、バレてた？何のこと？もうそんなに頼まれちゃ仕方ないな。じゃあここで一つ披露しちゃいますか。とっておきの俺のイリュージョンを。さあ紳士淑女の皆さん、コインのトランプマジックショーをご覧あれ。コインなんかトランプなんかはっきりせえへんな、それ。俺が持っているのはどこにでもあるただのトランプだ。もちろん種も仕掛けも酢豚もパイナップルもないんだよ。何を始めるつもりだ。今はそんなことよりもっと大事なことがあるだろう。今必要なのは少しの希望と信じる力。そのパワーで俺たちは奇跡を起こせるんだよ。ほら行くよ。ワン、ツー、スリー。はい、みんなの部屋の鍵に早変わり。嘘、ポケットに入れておいたのにいつの間に。なんだと？勝手に奪ったというのか。どうかしているぞ君は。ごめんね。俺なりに考えた結果、事件の手がかりになるんじゃないかと思って取っちゃった。こんな鍵よりももっと大事なものを奪った人を明らかにする証拠になるって思ってさ。それに比べたら俺なんて可愛いもんでしょ。平然とそんなことを言ってのける人に可愛いも何もありません。だけどその部屋の鍵が本物かどうか今となっては確かめに行くのは無理なんだよ。まあちょっと見てみようよ。はい、これが天ヶ谷くんの鍵。これ鍵の部分に何か黒いものがついてる？そんなものが。それが一体何を意味するというんだね。そうか、そういうことだね。
現場にあった通り、おそらくゆきめちゃんは亡くなる直前、倉庫の書道道具を使っていたんだろうね。犯人はそれを見て、捏造する衣装をより書道家の彼女らしいものに見せようとして筆を取ってしまったんだ。私の調査によると、あの手動道具は事件前と比べて一つしか持ち出されていなかったよ。りょうさんが最後に手がかりを残してくれたんだね。そう。あなたが犯人じゃない限り、あなたの持ち物に墨がついているなんてことはありえないんだよ、天ヶ谷くん。そうか。私には分かったぞ。そうやって私の崇高なこの舞台を潰すつもりなんだろう。おいおい、何言ってんだよ。俺たちはそんなつもりなんて。さあ、観念するんだな。あんたね、今自分がどういう状況に置かれてるかわかんないの？無駄ですよ。彼は自分を守るために躍起になっている。きっと何が本当で何が嘘なのかも分かっていないでしょう。だからもう僕たちで終わらせるべきです。その通りだね。私たちはもう決着をつけないといけない。約束したんだ。私たちの手で真実を見つけてみせるって。じゃあ事件を最初から辿っていこう。犯人はちさちゃんになりすましてゆきめちゃんを狙うことを計画したんだ。まずももりさんのファンデーションを使って肌の色を変えて、ちさちゃんが着ていたものと同じジャージに着替える。あとは身長を底上げするためにハイヒールを履いて、普段から身につけているウィッグを外すだけだよ。そうやって準備を整えた犯人はちさちゃんのふりをしてゆきめちゃんの部屋に訪れたんだ。完璧な変装とは言えないけど、個室の廊下のあたりは薄暗かったし、一瞬でも扉を開けさせればいいだけだから十分だったんだろうね。犯人の呼び出しにゆきめちゃんはすぐに応答してしまった。彼女はちさちゃんと喧嘩をしていたから仲直りができると思って喜んで扉を開けたんだと思う。みんなを信じていた彼女のことだから、まさかちさちゃんに変装して自分を狙っている人がいるだなんて夢にも思わなかったんだよ。だけど彼女は裏切られた。そこで犯人に殺されてしまったんだ。デイブ君の証言を信じるとするなら、彼女は最後まで本当の犯人が誰なのか分かっていなかったのかもしれないね。ゆきめちゃんを殺害した後、犯人はある行動に出た。必要なくなった靴を脱ぎ捨てて、偽物の衣装をそばにあった書道道具で書き上げたんだ。その後、彼女のルームキーの鍵の部分だけを自分のものにすり替え、部屋を密室に見せかけた。そうしておけば彼女が自殺したと考えられやすいし、何より遺体の発見を少しでも遅らせたいと思うのが狙いだよ。こうして全てを終わらせた犯人は急いで部屋を後にしたんだ。これらの犯行が可能だったのは、そして誰かになりすますなんてことをやってのけようとする人は一人しかいない。そうだよね、天ヶ谷一星君。これが私たちがたどり着いた真実。天ヶ谷くん、何か間違っているところがある？君たちは本当に愚かだ。こんな素晴らしい私の劇、こうも簡単に終わらせるなんて、本当に愚かだ。議論の結論は出た。さっさと投票とやらを始めろ。かしこまりました。それでは皆様、
お手元のスイッチで投票をお願いします。また投票する際は必ず投票してください。投票をなさらない方は学園長から生徒とみなされず罰を受けることになります。では張り切って参りますよ。さて、投票の結果黒となるのは誰なのか。その答えは正解なのか不正解なのか。さあどうなんだ。